女性は迫り来る恐怖から身を守るため自ら死のリスクを冒しました。その恐怖の正体が何なのか、あなたには想像できるでしょうか。2021年11月10日、アメリカペンシルベニア州ステートカレッジ、夜11時20分頃、ペンシルベニア州立大学の学生用アパートビーバーテラスアパートメント11階の廊下に女性の荒い息遣いが響いていました。早く逃げなきゃ。今にも泣き出しそうな顔で靴も履かずに廊下を駆け抜けるその女性はジャスティン・グロスさん。成績優秀かつチアリーディング部のキャプテンも務めるジャスティンさんは普段は活発で明るい女性。しかしこの日、彼女はいつもと様子を一変させ、何かにひどく怯えていたのです。そしてとっさに逃げ込んだのは廊下を進んだ先にあったゴミ捨て場。逃げ場のないその部屋へ迷い込んだジャスティンさんはそこでダストシュートに飛び込んだのです。アパートの廊下を逃げ惑い、最後にはダストシュートに飛び込んでしまった女性。彼女が襲われた底知れぬ恐怖の正体とは、女性を追い詰めた何者かは今でも誰も見たことがないんです。おつわすけんちゃんです。やみこです。いや、最近赤から頼んでたでしょ、ウーバーで。ちょっとやめて。なんで？私はもうね、一昨日とんでもない目にあったんだから。辛いもの食べて、唐揚げと唐辛子を一緒に揚げる唐揚げがあんねん。皿に盛られた唐辛子の方を食べたのね、私。最初1個食べたら、なんともないじゃない、美味しいじゃないって言って、2個目食べたら種が入ってて、めちゃくちゃ辛かったの。で、その日の晩、とんでもないことになって、めちゃくちゃ気持ち悪くなって冷や汗かいて、調べたらなんか自律神経がカプサイシンで乱されてるんだ。そんなすげえんだ、唐辛子。そう、だからもう今赤からって言ったんだけど、トラウマだからさ、やめて。食べる。今回はアメリカペンシルベニア州で起きた非常に不可解な事件をご紹介します。被害者の女性はダストシュートの中へ転落して亡くなってしまったんです。ダストシュートってさ、なんかゴミが通るようなでっかい穴の通路みたいなやつでしょ、あれって普通蓋ついてて落ちないんじゃないの、人。それがどうやら女性は何者かに追い詰められた末に苦渋の決断でダストシュートに入ってしまったんです。この事件、女性からの助けを求めるメッセージで幕を開けるんです。必死の逃走。2021年11月10日、アメリカペンシルベニア州ステートカレッジ、夜11時22分、ペンシルベニア州立大学の学生用アパートビーバーテラスアパートメント10階の一室で、一人の女性がスマホを片手に顔をしかめていました。画面に表示されているのは何を意味しているのか全くわからない一通のメッセージ。何か起きてる。そのメッセージの送り主はルームメイトのジャスティン・グロスさんでした。しかし女性が返信してもジャスティンさんからは一切反応がありません。その部屋では彼女を合わせた女学生数名がルームシェアしていたのですが、その日はジャスティンさんだけが何時になっても帰らなかったのです。結局ジャスティンさんは翌日の夕方5時になっても帰らなかったため、ルームメイトたちは警察へ通報。このタイミングで母親のフランソワーズさんにも連絡が入り、彼女は急いで隣のニュージャージー州から駆けつけたのです。スマホの GPS を見る限りだと確かにこのアパートにいるはずなんだけど。フランソワーズさんがそう勘違いするのも無理はありませんでした。なぜなら娘ジャスティンさんのスマホはそのアパートの階段の踊り場に投げ捨てられていたから。落ちていたスマホのすぐそばには彼女が履いていたと思われるビーチサンダルが転がっていました。ジャスティンさんの部屋がある10階から11階へ上がる階段の途中に落ちていたそれら。監視カメラを確認すると、それらがそこに落ちていた理由もすぐに分かったのです。これが階段で誰かに襲われたってこと？襲われたとは断言できないんですけど、監視カメラを確認するとジャスティンさんとは別にもう一人の男性が映っていたんです。警察が監視カメラを確認すると、その日の夜11時過ぎ、ジャスティンさんが一人の男性と一緒に廊下を歩いている姿が映されていました。二人はアパートの7階にある男性の部屋で会っていたようで、男性はその後ジャスティンさんを彼女の部屋まで送り届けていたのです。不可解だったのは、ジャスティンさんが足元をふらつかせ、しきりに目をこするなど意識が定まっていないような行動をとっていること。そして10階のジャスティンさんの部屋の前までたどり着くと、男性は彼女に別れを告げ帰っていきました。それから数分後、監視カメラが捉えたのは一つ上の11階で裸足のジャスティンさんが全力疾走する姿でした。男性はジャスティンさんを追いかけてたわけじゃなくてさ、部屋まで送ってったわけでしょ、じゃあ一体何から逃げてたの？そこが不可解なんですよね。ただこの男性にね、事情聴取をすると、ジャスティンさんが何から逃げていたのかっていう一つの可能性が浮かび上がってくるんです。存在しない恐怖。
監視カメラ映像を確認した警察は事件当日にジャスティンさんが会っていたアパート7階の住人ヘンリーを事情聴取すると、彼はジャスティンさんについてこう話しました。彼女とは知り合ったばかりですが、あの夜はうちで一服しないかって誘ったんです。事件の2日前の11月8日にジャスティンさんと知り合ったというヘンリー。そしてヘンリーはジャスティンさんを一服しないかと誘ったといいます。その一服とは要するにマリファナのことでした。一緒にマリファナを吸ってたら急に様子がおかしくなって、それで急いで10階の彼女の部屋まで連れて帰ったんです。2人がねマリファナを吸っていたとなると、ジャスティンさんが何から逃げていたのかっていうのも説明がつくんです。というわけで本日のメトラキーワード THC の精神的作用について。マリファナの主成分である THC には脳の興奮を抑制する GABA という物質の放出を妨げ、興奮のブレーキを外す作用があります。そして過剰な興奮状態となった脳内で分泌されるドーパミンは外部の刺激に対し本来は存在しない意味を付け足す効果があります。これが適度であれば音楽がすごく感動的に聞こえる、食事が最高に美味しく感じるなどの多幸感をもたらす場合も、しかし興奮状態が行き過ぎると、この本来は存在しない意味を付け足す効果が悪い方向に働いてしまうのです。例えば単なる人の影が恐ろしく感じる、すれ違った人と少し目が合っただけなのにずっと監視されているように感じるなど、ジャスティンさんは脳の過剰な興奮によって何でもないことにとてつもない恐怖を感じていた可能性が高いのです。事件当日、ジャスティンさんと2人でマリファナを吸ったと話したヘンリー。しかしジャスティンさんの母フランソワーズさんは彼のその言い分にどうしても納得できませんでした。ジャスティンは断じて自分から進んでマリファナを吸うような子ではありません。ジャスティンさんは高校時代、全米優等生協会にも所属していた成績優秀で真面目な学生。将来は金融業界で働きたいと考え、世界トップのバンクオブニューヨークメロンでインターンをするなど、大学でもその優秀さは健在でした。さらにチアリーディング部でキャプテンを務め、人望も厚かったジャスティンさんがマリファナなどに手を出すとは思えなかったのです。母親だけでなく彼女のルームメイトも同じ意見。誰もがヘンリーの供述には虚偽があると疑っていました。確かにジャスティンさんの人柄を見てるとさ、マリファナを吸うような人には見えない偏見かもしれないけどね、でもこうなってくるとやっぱりヘンリーの言ってることが怪しいんじゃない？そうかもしれないんです。その前に気になるのは、アパートの廊下を全力でね逃げた後、ジャスティンさんが一体どうなったのかってことなんです。彼女は考える中でも最悪の結末を迎えるんです。唯一の逃げ場。2025年11月10日の夜11時20分頃、ビーバーテラスアパートメント11階の廊下には死に物狂いで走るジャスティンさんの姿があった。逃げなきゃ、早く逃げなきゃ。息を荒げ、追ってくる何者かから逃げ惑っていたジャスティンさん。しかし監視カメラに映るのは彼女一人だけだった。見えない何者かから逃げようとしたジャスティンさんは、やがてたどり着いた先にあったゴミ捨て場の扉を開けた。彼女はその部屋に入ると扉を内側から押さえ、迫り来る何者かの気配にただ怯えていた。どうしよう、このままじゃ捕まっちゃう。ジャスティンさんは必死で部屋の中を見回した。そして彼女は行き止まりに思えたその部屋から唯一抜け出せる場所があることに気づいた。逃げなきゃ。意を決したジャスティンさんはその部屋の隅へ駆け寄ると、ダストシュートの中へ身を投げた。ジャスティンさんがゴミ捨て場へ駆け込んでから4分後、建物の外の監視カメラは1階のゴミ収集コンテナへ彼女が落下する様子を捉えていました。そして警察が捜査を始めた時には、その日のゴミはすでにゴミ収集車に回収された後、事件から2日後の11月12日、警察は近隣のゴミ処理施設で変わり果てた姿のジャスティンさんを発見するのです。死因は落下による鈍的外傷、即死だったとされています。ゴミに埋もれてなくなってたなんてちょっとめちゃくちゃ悲惨じゃない？胸が痛いわよ。やっぱりジャスティンさんはマリファナを吸ったせいで変な行動を起こした結果亡くなっちゃったのね。もうね、それでね間違いないと思います。司法解剖の結果、ジャスティンさんの体内からはマリファナの主成分である THC と高濃度のアルコールが検出されました。その組み合わせも悪く、アルコールの影響で血管が拡張したために大量の THC が一気に脳内へ流れ込んだと考えられるのです。また母フランソワーズさんは、娘がマリファナを進んでやるはずがないと話し
していましたが、進んでやるはずがない人だからこそ彼女は深刻な状態に陥ったとも言えるのです。マリファナを摂取したことがない人が摂取すると耐性ができていない分、過剰な興奮状態に陥りやすいとされています。そう、真面目な優等生でマリファナなど吸うはずがないジャスティンさんは、その分 THC に対する感受性が高かったと考えられるのです。監視カメラ映像で彼女は誰に追われるわけでもなく一人で逃げ惑っており、その事実から警察はジャスティンさんの死について事件性なしと判断。ヘンリーへの事情聴取も2度にわたり行われましたが、彼がジャスティンさんに危害を加えた証拠はなく、起訴を行わないまま捜査を終了したのです。しかし母フランソワーズさんをはじめとする遺族は、警察のこの判断に誰も納得がいっていませんでした。動画をご覧の皆さんもすでにお気づきかもしれません。ジャスティンさんが亡くなった当日のヘンリーの行動には不審な点がいくつもあるのです。不審な点って言われてもさ、ジャスティンさんの体内からマリファナの成分が検出されたわけでしょ、それで全て説明はつくんじゃないの？たとえマリファナのね、影響下であったとしても、この時のヘンリーさんの対応次第で、ジャスティンさんはね、死を免れたんじゃないかっていうのが遺族側の言い分なんです。口を閉ざす青年。警察がジャスティンさんを事故死と判断すると、母フランソワーズさんはじめ遺族はすぐに再捜査を求めました。ジャスティンさんの遺体からマリファナの成分が検出されたことについても、フランソワーズさんはこう話しているのです。やっぱりあの子が自分からマリファナをやるなんてことはないと思うんです。もしやっていたなら強要されたとしか思えません。ジャスティンさんがマリファナをやるよう強要されていたとしたら、当日一緒にいたヘンリーが責任を追及されるべきという意見はもっともです。またそれだけでなく、フランソワーズさんはジャスティンさんが錯乱状態になった後のヘンリーの対応にも疑念を抱いていました。当日ヘンリーはジャスティンさんの様子が一変した際、彼女の部屋があるアパート10階まで送り届けています。ただ正確には、彼は錯乱状態のジャスティンさんを部屋の前の廊下に放置しただけなのです。様子がおかしいと分かっているのなら、普通はジャスティンさんのルームメイトに一言声をかけ、誰かに彼女を任せるなりしてもいいはず。しかしヘンリーは部屋の前まで連れて行っただけで、中に入るところを見届けるわけでもなく、自分だけすぐに自室へ戻っていったのです。さらに母フランソワーズさんは言います。様子がおかしいと分かっているなら、まず救急車を呼ぶのが普通じゃないですか？確かに明らかに調子が悪そうな女の子をね、一人廊下に放置したっていうのは怪しい気がするわね。真実がね、明らかになってないんで、もちろん下手なことは言えないんですけど、ジャスティンさんのね、状態っていうのがあまりに深刻だったため、ヘンリーは無関係を装うため、彼女と一緒にいるところをね、見られないようにしたんじゃないかと言われてるんです。ヘンリーがジャスティンさんを廊下に放置したこと以外にも、母フランソワーズさんはまだいくつか不審な点を挙げています。まず監視カメラ映像では、確かにジャスティンさんが一人で逃げ惑う姿が映っており、彼女を追いかける何者かは存在しませんでした。しかしフランソワーズさんは、警察が提示した映像が断片的なものであり、それだけで全容は判断できないと主張。またジャスティンさんが当日男性と一緒にいたにもかかわらず、検視において性的暴行の有無が確認されておらず、捜査の詰めが甘いとも。たとえマリファナの影響下だったとしても、遺族としてはやはり彼女が自分でダストシュートに入るとは思えず、実際に何者かに追われていた可能性を捨てられずにいるのです。そして何よりフランソワーズさんが最も遺憾に感じているのは、ヘンリーが遺族の質問への回答を一切拒否したこと。当然彼としても疑いの目を向けられる心理的負担はあるのでしょうが、遺族としては不誠実に思えてしまう感は拭えません。このほかジャスティンさんの検視報告書のコピーを求めた際も、警察は日本円換算で約10万円もの額を遺族に請求したといい、このことも不信感の一因となりました。遺族はネットを通じて請願活動を行い、事件の再捜査を強く求めましたが、軍の地方検事は現状で再捜査を行うことはないと回答。新たな証拠が見つからない限り事故死という結論が覆ることはないとされる中、遺族は今も法廷闘争を続けている状況です。ジャスティンさんは本当に事故死だったと言えるのか。あなたは彼女の死についてどのように考えますか？